皆様、こんにちは。上井でございます。よろしくお願いいたします。本日のご説明は3部構成になっており、それぞれのポイントをまとめました。まず、最初のパートが第2四半期の業績概要です。前年同期は新型コロナウイルスの影響が大きかったこともあって、そこから経済活動の正常化が進んだ当第2四半期は、前年同期比で大幅な増収増益となりました。また、5月に公表いたしました前回業績予想を上回り着地いたしました。2つ目のパートは、通期業績予想の修正です。第2四半期までの業績を踏まえて、通期予想を上方修正しております。この想定前提などについてご説明いたします。最後のパートは、今年からスタートした中期経営計画の進捗です。今中計の骨格である筋肉質な企業体質への変革と事業ポートフォリオの転換について、これまでの進捗を社長の田辺よりご説明させていただきます。それでは、第2四半期の業績から説明します。業績の総括となります。ワクチン接種が先行した欧米で規制の解除が進み、経済活動の正常化に向けて設備投資需要が回復しました。結果として、前年同期を大幅に上回る増収増益、コロナ前の2019年をも上回る水準となりました。急速な需要回復によって受注残を抱えておりましたが、増産体制を整え、安定供給に努めた結果、その解消が進んできました。これもこの期間の売上増の一因となっています。一方、当第2四半期には、一部の部品調達が困難になるなど、サプライチェーン面で不安定な状況が続きましたが、生産計画を組み直すなど、やりくりしながら業績への影響を軽微にとどめることができました。当第2四半期累計期間の業績を数字で見てまいります。売上高、営業利益、経常利益、純利益を昨年2020年同期、さらにはコロナ前の2019年同期との比較で示したものです。昨年はコロナ影響が大きく、大幅な減収があり、営業損失となりましたが、その後の経済活動の再開で需要が回復したことにより、当第2四半期は昨年比大幅な増収増益となりました。さらに、コロナ前の2019年との比較においても、売上高で 9.5%、営業利益で 88.8%、経常利益で 106.3%、それぞれ上回る水準となりました。なお、当第2四半期では、早期希望退職の実施にて発生した特別損失12億円を計上した影響が純利益に生じておりますが、それでも2019年を 47.7% 上回って着地しております。売上高を品目別に見ていきます。売上増を牽引しているのは、プリンターと工作機器に含まれておりますデンタル向けの加工機です。プリンターではコロナ禍において感染予防を促す注意喚起表示などの出力需要が持続しました。また、ワクチン接種率の高まりに伴い、経済活動の再開が加速した地域では、展示会やイベントの再開から設備投資需要が回復し、サイン市場向けプリンターの販売が増加しました。さらに、インハウスや
スモールビジネス向けに小型の卓上型インクジェットプリンターの導入が進みました。工作機器では、デンタル加工機の販売が好調に推移しました。特に北米で歯科技工を内製化する動きが高まっており、デンタル加工機の設備投資を後押ししていると見ています。サプライ。その他につきましても、プリンターの稼働状況が改善していることから、インクなどの消耗品やサービスパーツの販売が増加しました。続いて、売上高を地域別に見ますと、まず、好調なのは北米です。経済活動再開への足取りは力強く、プリンター、デンタル加工機を中心に販売が大幅に増加しました。続いて、欧州。プリンター、デンタル加工機ともに需要が堅調に推移し、これに円安効果も加わって、前年同期を大きく上回りました。日本国内は、欧米に比べて回復が遅れておりますが、デンタル加工機や UV プリンターの販売が増加し、前年同期を上回っております。アジアでは、ワクチン接種が進んでいない地域での販売が停滞しているものの、前年同期から回復傾向にあります。その他地域では、特にオーストラリアの販売が好調に推移しています。次に、第2四半期業績をこれまでお知らせしてきた業績予想と対比します。売上高、利益ともに5月12日に公表しました前回予想を上回って着地しました。売上高が 6.1% 上振れした主な要因として、北米でのサインプリンターとデンタル加工機の販売が想定以上であったこと、増産体制を整えたことによる受注残の解消が想定以上に進んだこと、為替の円安効果が挙げられます。売上が伸びたことに加え、原価率改善と販管費の削減が利益を押し上げたことにより、営業利益は前回予想を 40.9% 上回る結果となりました。今ご説明いたしました前回予想からの上振れ要因をグラフで表現しました。売上高を前回予想と比較すると、為替の円安効果7億円、北米の販売増や想定を上回る受注残の解消による売上増5億円が売上高を押し上げ、結果として前回予想を12億円上回る218億円という着地となりました。営業利益も為替の円安効果3億円、売上増による増益2億円に加えて、原価低減や販管費削減が後押しして、前回予想を8億円上回る29億円となりました。この図は、棚卸資産と生産金額の四半期ごとの推移です。青の棒グラフが棚卸資産金額、オレンジの折れ線が生産金額を表しています。生産金額は受注残解消に向け、第1四半期から増産体制を整え、第2四半期も高水準で推移しました。棚卸資産金額は販売量が増えていること、輸送リードタイムが長くなっていることに加え、タイ工場への量産集約を見据えて作り込みを行っていることもあり、前期末から約13億円増加しました。一部部品の調達が困難になるなど、サプライチェーン面で不安定な状況が続いていますが、生産計画をやりくりするなど、
販売への影響を最小限にとどめています。バランスシートの要約です。総資産は前期末比約36億円増加し、398億8800万円となりました。資産としては、棚卸資産で約13億円、売掛金で8億円、現預金で5億円、固定資産で10億円がそれぞれ増加しています。負債、純資産の増減要因はスライド記載の通りでございますが、流動負債においてその他未払い費用の増加は、早期希望退職実施に伴う費用のうち、未払いとなっている部分をここに計上しているものです。そして、株主還元についてご説明します。当社は、連結利益に対する配当成功 30%、もしくは株主資本配当率 DOE2% のいずれか高い方を基準に配当を決定することを基本方針としております。今期の中間配当につきましては、第2四半期純利益が想定を上回りましたので、期初予想から20円増額し、40円とさせていただくことといたしました。これは、第2四半期の純利益をもとにした配当成功で 31.5% に相当します。なお、期末配当予想につきましては、部品調達リスクによる供給面の懸念などの不確実性を含んでいることから、現時点では見直しを行っておりません。ここからは、今回見直しを行いました通期の業績予想についてご説明申し上げます。第3四半期以降の業績をどのように想定したのかをご説明します。需要面では、グローバルにワクチン接種が進み、対面イベントや展示会が再開されてきており、広告看板の出力需要の回復が見込まれることから、設備投資需要は持続するとの前提を置きました。また、コロナ禍で生まれた注意喚起表示の需要も当期中は持続すると見ております。デンタル分野も回復基調は年内続くと見ました。これらの前提より、既存事業の需要は堅調に推移すると見込みました。一方、供給面は、電子部品に代表されるように、部品調達の厳しさは続いており、生産への影響が一定量生じると見ています。第3四半期販売分までは在庫を確保しており、今回の想定では第4四半期への影響を織り込んでおります。また、新型コロナや部品調達の困難な状況は、新たな市場開拓にも影響を及ぼし始めています。新興国や新領域という新市場の開拓に生じている遅れも、今回の想定には加味いたしました。さらに、想定為替レートを見直しました。これまでは、今年の想定レートを1ドル100円、1ユーロ125円としてきましたが、今回は第3四半期以降の想定レートを105円、130円と見直しました。このような想定で見直した第3四半期以降の業績予想に、第2四半期までの実績を加えて、通期業績予想を見直しました。売上高は前回予想を 3.3% 上回る438億円。営業利益は同じくプラス 35% の54億円。経常利益もプラス 34% で55億円。純利益は
プラス 70% の34億円といたしました。これは前回予想からの売上および営業利益の増減要因を表したものです。売上高は為替レート見直しによって16億円の増加、既存事業の売上上振れ分が12億円、これに対し新興国および新領域市場開拓の遅れで10億円、部品調達に起因する生産影響で4億円のマイナス分があると想定しました。営業利益は為替影響で8億円、既存事業の販売増による増益効果で6億円に加えて、原価低減と販管費削減で7億円、これらで合計21億円の増益要因を見込む一方、新市場開拓の遅れ5億円、部品調達に起因する生産影響2億円の合計7億円のマイナス要因を見込んでいます。以上、第2四半期の業績並びに通期業績予想の修正についてご説明申し上げました。この後は、中期経営計画の進捗について社長の田辺よりご説明申し上げます。ありがとうございました。皆様、こんにちは。社長の田辺でございます。ここからは今年の2月に発表いたしました2023年を最終年度とする中期経営計画の進捗状況について私よりご説明申し上げます。まずはじめに、筋肉質な企業体質への変革の進捗状況でございます。今年3月にお知らせいたしました早期希望退職の実施結果でございます。応募人数は当初想定の150名に対して190名の結果となりました。これによる固定費の削減効果は、2021年度が5億9000万円、2022年からは年間10億9000万円となります。想定人数が上回りましたが、業務の見直しや効率化を進めており、大きな混乱には至っておりません。なお、実施費用は全額を当期第一四半期に特別損失として計上済みでございます。構造改革のもう一つは、量産機能の集約です。これまでは国内工場とタイ工場の2拠点体制で生産しておりました。今回、量産機能はすべてタイ工場へ集約し、国内工場はマザー工場として試作や小ロット生産、生産技術開発などを担います。現在、タイ国内のコロナウイルス感染拡大の影響により、増床工事に多少遅れが生じておりますが、年内に完了させたいと考えております。量産機能集約により、現地調達率をさらに高め、効率的な生産を実現し、プリンター、デンタル加工機ともに競争力を高めてまいります。続いて、事業ポートフォリオの転換の取り組み状況です。コロナ禍でキャッシュカウトを位置づける産院市場が活況であり、短期的には市場の活性化が続くと見ております。特に欧米では、ワクチン接種を皮切りに日常生活が戻ってきております。人々はロックダウンから解放され、普通に外出し、レストランで食事ができるようになりました。客を呼び込むための看板、ポスター、屋外バナーといった主に低溶剤を使用する以前の需要が戻ってきているのです。去年来の
コロナ感染防止の注意喚起表示物の需要にプラスして、以前のサイン需要が回復してきており、既存市場が活性化すると見込んでおります。当社の見込みである営業力をフルに発揮し、特に北米では、サイン市場でのプレゼンスが大幅に拡大しております。顧客基盤の強化により、新インクなど、次の展開に大きなアドバンテージとなると考えております。子会社の DG シェイプが担うデンタル分野では、去年の第4四半期以降、コロナ影響からの回復が顕著となりました。コロナ禍における世界的なサプライチェーンの混乱を受け、特に北米、欧州を中心に、かぶせ物、詰め物の政策を新興国への外注から自国内で制作する国内生産への回帰が見られ、デンタル加工機の販売が好調に推移いたしました。加えて、北米ではコロナのパンデミックにより、娯楽にお金をかけられない代わりに、審美歯科に投資する方が増加しており、さらに金属でできたかぶせ物などの補鉄物は、原材料、具体的にはパラジウムの価格が高騰しているため、ジルコニアをはじめとするセラミック系の補鉄物の注目と需要が急増しております。新興国戦略、プリンターの第1弾といたしまして、こちらの UV フラットベッドプリンターを投入いたしました。まずは地域を限定し、販売のみならず、サービス体制もセットでローランド DG としての価値を提供してまいります。また、今後も新興国向けの製品ラインナップの拡充を図ってまいります。新興国戦略、デンタルの取り組みですが、新興国モデルを投入し、成果が出始めております。新興国では、中国製をはじめ、安価な製品が出始めております。しかし、歯科技工所で使用される加工機は、特に生産性、加工品質、安定性が重要な要素となり、そこに新興国で求められる一つでも多くの機能を追加いたしました。具体的には、一番左の写真のように、配置方法によっては、干渉して削れなかった刃を削れるようにクランプの形状を変更いたしました。こういった取り組みにより、ASEAN、インド、中東、北アフリカで受け入れられております。今後は対工場移管によるコストダウンを図り、新興国展開を加速してまいります。新領域のビジネスですが、去年からのステイホーム、巣ごもり需要により、自宅でスモールビジネスを始める方々が急増しております。起業した人たちは、オリジナル T シャツやトートバッグなど、パーソナルグッズをソーシャルメディア経由で注文を受け、自宅に設置した小型のプリンターのカット機、カッティングマシーン、T シャツプリンターで制作し、販売しております。今までは、サインショップ、いわゆる看板屋さんがメインのターゲットでございましたが、今回、新たにホームユーズの需要が開拓でき、新たな提案先として、これから注目してまいります。コロナ禍で活動が制限された中で、さまざまな情報発信手段を模索してまいりました。今のホームオフィス、スモールビジネスの拡大につながったのは、オンラインを活用し、SNS やウェビナーによるビジネス提案と、顧客とのコミュニケーション手段を早くから構築してきたことが大きな要因でございます。今後、リアルのイベントも復活してくると思われますが、オンラインとリアルを融合したアフターコロナに最適なセールスマーケティングを展開していきたいというふうに考えております。新領域のビジネス展開として、北米及び中国の事例をご紹介いたします。
今年3月、大手メディアメーカーと共同で開発した交通標識印刷ソリューション、トラフィックワークスを発表いたしました。これは、当社溶剤インクジェットプリンターと専用メディアを組み合わせることで、交通標識規格に準拠する標識が作成可能となるソリューションです。特に純正インクで標識用の規格に準拠できたことは大きなメリットです。去年はコロナ禍でシステム構築に時間を要しておりましたが、ワクチン接種が進み、2021年3月より展開しております。その他、新領域の展開といたしまして、ユニークな事例をご紹介いたします。前回の中期経営計画のご説明の際に、おもちゃのレゴの話をさせていただきましたが、その発展系のお話を2点させていただきます。おもちゃのレゴは、子どもさん向けにレゴブロックのカスタマイズによって付加価値提供をしておりましたが、カスタマイズの需要は他にもございます。実際の動画をご覧ください。今回はスーツケースの事例ですが、印刷したものをスーツケースに貼るのではなく、スーツケースに直接印刷をすることで貼る手間を省けます。また、スクリーン印刷のような版が不要になりますので、安価で1個からのカスタマイズが可能となります。次にご紹介するのは、レゴをきっかけに注目が集まる安全性の高いインクの横展開でございます。レゴ用のインクは、主に欧州の安全規格を取得しておりましたが、今年5月には、米国で V ボンドインクと呼ばれるインクをリリースいたしました。このインクは、米国が定める幼児や子供用のおもちゃの安全基準に準拠したインクでございます。プラスチック、アクリルなど多くの材料に印刷が可能で、耐久性、耐殺傷性、乾燥性に優れた UV インクとなっております。おもちゃへの印刷のほか、学用品、文房具、知育玩具、ペット用品などにも利用が可能となり、安全性という新たな選択肢を増やすことができ、新たなビジネスチャンスを生み出したいと考えております。次に、事業横断で展開を始めましたコネクティッドサービスについてでございます。DG シェイプのデンタル加工機用コネクティッドサービス DW インデックス2は、すでに4200台以上のユーザー様とつながっております。使用状況が見れるだけではなく、故障の未然予防によるダウンタイム低減につながっております。また、このサービスをプリンターの方でも、ローランド DG コネクトとしてサービスを開始いたしました。ハードウェアだけではなく、つながることによる新たな情報という価値を提供してまいります。事業運営体制の改革も進んでおります。現場でスピーディーに判断を行い、柔軟な対応を取れる仕組みを構築しております。スピード経営を目指すため、社内の会議体及び決裁権限の見直しを行いました。機動力を高めるため、会議体決裁から社長、担当取締役、事業部長など、役職者決裁に変更いたしました。その結果、重要事項の意思決定に要する決裁期間が、ピーク時のおよそ3分の1程度に短縮することができました。また、経営状態の変化をタイムリーに把握できるよう、経営ダッシュボードを活用した見える化を推進中でございます。月次業績、収益性、効率性、株価指標等、見える化を進め、急激な外部環境や市場変化を柔軟に対応できるよう、週3回の執行役員ブリーフィングを通じて、役員間の連携を強化しております。ローランド DG では、
働きやすく選ばれる会社を目指して、風土、制度改革に取り組んでおります。コロナをきっかけに、在宅勤務、フレックス、時間単位有給、育児休暇などの制度を充実させました。ツールとしても、Zoom や Teams といったコミュニケーションツールを充実させ、社内コミュニティサイトの活用で、アイデアの共有が活発に行われております。各種制度の充実により、最新の社員満足度調査では、77% の社員が以前より働きやすくなったと回答しております。また、最後に 1.5 報告でございますが、東証市場再編において、7月9日に東証よりプライム市場への適合通知を受領しております。現在、プライム市場への移行を念頭に、申請に向けた協議と準備を進めております。6月に改定されたコーポレートガバナンスコードでは、サステナビリティ課題への対応などがありますが、当社の事業活動に照らし合わせた上で、適切な対応を図っていく考えでございます。説明は以上となりますが、最後に一言申し上げたいと思います。1年前と比較いたしまして、会社の業績は大きく回復いたしました。この結果は、コロナ需要の先読みと構造改革が大きな要因ではありますが、社長の私として一番評価したいのは、社員一人一人の意識の変化です。去年3月に社長に就任して以来、私は全社に対してメッセージを送り続けてきました。会社が今置かれている状況、そして今必要な覚悟、会社が向かうべき方向性、そしてそのベースとして持つローランド DG の強みであったり、底力、社員はそういった私のメッセージに応える形で自律的に動き、ボトムアップでの変革を随時起こしてくれています。まだ中期経営計画は始まったばかりですが、これから会社はもっと良くなります。そして、ローランド DG はベストな企業になるべく、無限の創造の喜びとワクワク感を提供し続けられるよう邁進してまいります。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。